異形のグリフ。異形のグリフ。太古の星アーカスにはエレメント族やルミナの民など多くの知的な種族が平和に暮らしていた。しかしその中に異質な存在がいた。それがグリフである。グリフは巨大で牙と大きな耳を持つ獣の姿をしていた。彼の種族は数万年前に絶滅しており、グリフは最後の生き残りだった。彼は光を操るエレメント族とは違い、大地や闇の力を操り、その皮膚は岩のように硬く、言葉を持たない。グリフは温厚で争いを好まなかったが、その見た目と巨大な石を運んだり、誰もいない場所で奇妙な地の振動を起こしたりする行動から、他の種族からは異形と呼ばれ嫌われていた。特にエレメント族は彼を不吉なものとして、集落の端にある彼が出入りする洞窟には近づかないようにしていた。孤独な戦い。グリフの行動には理由があった。彼は他の種族には感知できない星の中心で起こっている崩壊の静かな兆候を察知していたのだ。アーカス星は数万年周期で活動が不安定になり、エネルギーが暴走し、全生命を焼き尽くすほどの大噴火が起こる。今まさにその危機にあった。グリフが洞窟にこもり奇妙な振動を起こしていたのは、彼の種族がつなぐ大地の力を使い、星の中心に生命エネルギーを注入し、大噴火を遅らせるための孤独な戦いであった。そして彼は大噴火を止めるには自らが蓋となるしかないことを知っていた。しかし彼のエネルギーはすでに尽きかけていた。静かなる犠牲。大噴火発生の日が迫ったある夜、グリフは全ての種族が眠りについた後、一人いつも通りゆっくり洞窟の中に入った。彼は最後の力を振り絞り、自らの肉体を大地と直結させた。彼の体は巨大なエネルギーの流れを受け止め吸収した。激しい光と大地が揺らぎ、洞窟が崩れる轟音の中、グリフの肉体は徐々に冷たく石化していった。やがて大地は静まり、アーカス星は救われた。しかし誰もそのことは知らない。大きな地震があり、それ以降にグリフを見かけなくなったこと以外は、民はただ異形の怪物がどこかへ去ったと安堵した。そしてその存在をすぐに忘れた。大地の恵み。それから数十年の時が流れた。エレメント族の若い科学者エンヤが大地震の原因を探るため崩落した洞窟の調査に入った。そこで彼女は驚きの真実を発見する。大地震を止めたのは外部からの強大な大地の力であり、その力の源は洞窟の中央に立つ巨大な石の像、すなわちグリフの変貌した姿だったのだ。彼女が持つエネルギー計測器から大地震の後に発生する大噴火を止めるため、グリフが命を捧げて自らを石像と化したことが詳細に分かった。エンヤは涙ながらにグリフが人知れず全ての種族を救った英雄であったことを全種族に伝えた。感動とそして深い後悔の念が全種族を襲った。彼らは最も大切な守護者を蔑み、孤独に死なせてしまったのだ。彼らはグリフの石像を最も神聖な場所として祀ることを決めた。そして大地の恵みが石像を照らす日を全ての種族が年に一度集まり、感謝と懺悔を捧げる日と定めた。石像を囲むのはかつて彼を遠ざけた種族の子孫たち。彼らは今種族の垣根を越え、グリフの偉大さと彼らに残された永遠の愛と犠牲の教訓をかみしめている。異形のグリフは牙と大きな耳を持ち、今もただ静かに立っている。その姿はアーカス星のすべての生命にとって最も高貴な守護神として愛され続けている。